皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は少し軍事的なお話になります。日本にとって軍事的な脅威が一体今どこかといえば、それは当然のように中国の名前が一番最初に上がることとなります。特に中国の場合は尖閣諸島はもう我々のものだと宣言している状態ですから、今まさに現在進行形で領土の侵略というものを行っている国です。実際に尖閣諸島周辺には中国海警の船が連日のように確認される状態であり、中国は領土的野心というものを一切隠すようなことはしていません。一方この問題に対しては、尖閣諸島どの島でも良いからとにかく施設と人を配置することが、まずこの問題に対処するための第一歩にすべきだという話は私は動画の中で何回か言ってきましたが、この解決案については日本政府は全く実施する動きを見せていません。非常に残念なわけですが、この原因となっているのは基本的には中国を刺激しないようにするというような、私にとってはかなり理解に苦しむような言い訳を続けています。ただ何一つこの問題に対処していないかといえばそういったわけでもありません。といったわけで今回は問題解決には程遠いながらも、尖閣諸島を守るための動きというものに少し変化が出てきているので、そのことを取り上げていきましょう。それはこの尖閣諸島周辺における米軍の訓練が実施されたよということが公の情報として出てきたのです。そしてこれに合わせる形で米軍と自衛隊の共同訓練の話なども表立った話として出てきているので、そのことに触れながら素人でも提案できるこの尖閣防衛のアイデアなどについて後半ではお話をしていきましょう。それではまずは尖閣諸島周辺における米軍の訓練が報道されていることについて見ていきましょう。尖閣周辺で米軍が訓練。2月対中抑止へ行動を示す。米軍が2月沖縄県尖閣諸島の周辺海域で輸送機から物資を投下する訓練をしたことが分かった。尖閣沖では中国海警局の船が領海侵入を繰り返し、日本は国際法違反だと非難してきた。米軍が尖閣周辺で実戦も想定した訓練をするのは極めて異例で、一歩踏み出すことになる。日本政府高官によると、米軍は2月中旬、自衛隊に兵士を降下させる訓練を計画していると通告してきた。実際には兵士は降下させず、物資を投下したという。当日は中国軍の戦闘機が尖閣上空に近づき、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。中国海軍の艦艇も接近する動きを見せた。加藤官房長官は記者会見で、具体的な話は米軍の運用なので答えは控えると述べるにとどめた。一方で、米軍は平素から日米安全保障条約の目的達成へ必要な訓練を適時実施していると言及した。日米安全保障条約は5条で米軍の日本防衛義務を定める。日米両政府では5条が尖閣諸島に適用されると幾度も確認している。今月16日の日米首脳会談後にまとめた共同声明でも5条の対象になると明記していた。条文通りなら中国軍が尖閣諸島に上陸するような事態では、米軍が自衛隊とともに上陸阻止や島の奪還に当たる。米軍は自衛隊と離島を奪還する訓練をしても、尖閣周辺で訓練をした事実が判明することはなかった。条文上の防衛義務の約束とは裏腹に中国を刺激する活動はしていなかった。訓練した情報を公開した背景にあるのはアメリカの対中姿勢の変化だ。1月に就任したバイデン大統領は中国を最も重大な競争相手と位置づけ、同盟国と連携して安全保障や経済で対抗すると表明した。日本がこだわる尖閣防衛で具体的な行動を示すのはその一環だ。首脳会談でも尖閣は議題になった。菅首相は尖閣を含む中国との問題について平和裏に解決するとバイデン氏と合意したと記者団に語っていた。中国の脅威は膨らみ続けている。2月には海上法執行機関である海警局を準軍事組織に位置づける法律を施行した。1から3月の領海侵入の日数は前年同期比で倍増し、2月13日から毎日接続水域での航行が続く。日本がたびたび抗議しても中国は活動をやめない。今回の米軍の訓練について東海大教授は、中国軍が尖閣に上陸した場合を想定し奪還するためのものだろうと分析する。海警法を施行して尖閣周辺での行動がエスカレートする中国への警告とも話す。中国の海洋進出に直面する日本にとっては、アメリカが尖閣周辺に関与を強めることはプラスになる。世界最大の軍事力を持つアメリカは大きな抑止力になるからだ。反面、米中の対立が激しさを増せば、尖閣周辺でさらに中国の軍事的な活動が増える懸念が出てくる。同海域で
アメリカが本格的な演習などをすれば、偶発的な衝突が起きるリスクもある。その時は日本も現在より厳しい状況下で、防衛の責任を果たさなければならない。アメリカが一歩踏み出すのと引き換えに、自ら防衛力を高めるのが必要だ。政府与党では、尖閣有事を想定し、自衛隊と米軍の共同訓練を強化すべきだとの意見が出てきた。有事に至る前の段階で、自衛隊の関与を強める法改正の構想もある。次は具体策になる。この記事の補足として、米軍との共同訓練についての話というのは、1週間ほど前に出ていました。4月16日の日経新聞において、尖閣防衛日米共同訓練、防衛大臣が検討明言。岸防衛大臣はテレビ番組で、沖縄県尖閣諸島の防衛を想定した日米共同訓練を検討する方針を明言したという記事が流れていました。軍事力を示すことにより、それによって抑止力を得るという考え方そのものについては、この話を聞いて随分古臭いことを言っているなと思われる方もおられるでしょう。実際かなり古い話ではありますが、しかし、おそらく未来においてもこの軍事力を示すことが抑止力を得るという考え方そのものについては変わらないでしょう。では、全く変わらないかといえばそういったわけではありません。軍事力のそのものの定義や、もしくはそれをどう示すかというそのあり方などについての変化はあるでしょう。例えば、第二次世界大戦から第三次世界大戦へと移行する際に、その変化が一体何かといえば、それは戦場の定義が変わることです。例えば、第二次世界大戦であれば、陸海空この3軍を揃えていれば問題はありませんでした。しかし、第三次世界大戦において新たな戦場というものが加わることとなります。それは宇宙とネット空間という2つの世界が戦場に加わることです。陸海空に加えてこの2つが加わることにより、軍事力を示すということそれ自体が重要さを失わないということがご理解できるでしょう。そして、この新しい2つの空間における軍事力を示すことが現代では重要だという話になるかというと、実はそういったわけでもありません。今、国際社会というものは古い戦場と見られていたこの陸海空の軍事力というものについても非常に警戒しなければならない時代なのです。例えば私たちは日本ですから中国が当面の敵として目の前にいます。しかし今、世界的な報道で見てみれば尖閣諸島周辺における注目というものは低いものです。じゃあ一体軍事的に注目されているのがどこかといえばウクライナ問題です。現在ウクライナの国境付近におけるロシア軍の集結兵力というものは10万から15万で通常兵力の数倍にも上っています。これまでほとんど戦闘機が配置されていなかった空軍基地などには最新鋭の戦闘機が居並び、そして陸上兵力も続々と集結中です。この問題に対しては何か私が陰謀論でロシア軍の集結をお伝えしているわけではありません。これはアメリカもそうですし EU などもまさにロシア軍の集結については警戒している声明を出しています。そしてこのようなロシアの動きというものはまさに軍事力による現状変更が有効であることも示しています。なぜならば、まさにウクライナというのはロシア軍の軍事力の影響によってその領土というものを奪われている国だからです。そしてロシア軍のこの関与というものがあったとしても、じゃあロシアが何か崩壊したかといえばそういったわけではありません。ロシアは天然資源が豊富な国ですし、またお隣の中国との連携ということもあって経済的に何か欧米からの制裁は受けていますが、だからといって完全に経済的な断絶が図られているわけではありません。例えば、ロシアにとってはドイツという国がまさに天然ガスの大輸出先として機能しており、莫大なお金が常に流れ込んできている状態です。このことが示すのはまさに軍事力による領土の拡張といったもの、そして勢力圏の拡大というものを図ったとしても、表向き政治上においては非難は受けることはあっても、実質経済的にはロシアは EU のエネルギー源の元をまさに握った状態なのです。このような状況から見ても、力による現状変更というものが現在もなお有効であることは明らかでしょう。これは新しい空間における戦い以上にまさに古い戦場であるはずの陸海空、この軍事力というものが現在もなお非常に有効であることを示している事例だと言えます。そういったわけで今まさに尖閣諸島周辺における軍事力の行使、軍事力を誇示することもやはり重要性は増していると言えるでしょう。何しろ世界の目がウクライナ問題に向き、ロシア軍が義勇兵ですよというような形で軍事力を誇示することによってウクライナの奪われた領土に対する奪還作戦などに対して牽制をかけているとすれば、それはまさに中国軍の動きに対する関心が世界的には下がるようなことを示します。
このような動きに対してはロシアと中国というものは連携して動いているのではないかと言われるゆえんでもあります。もちろん中国やロシアというものは昔から仲がいいようで悪いようでといった形でつかず離れずの関係なわけですが、少なくともお互いを利用し合うという意味においてはある意味仲が良い国です。ですからロシア軍がウクライナ周辺で軍勢を集結し EU やアメリカの関心を集めてくれているということは、まさに中国にとっては今軍事的な動きがしやすい状況だということです。つまり日本にとっては非常に警戒しなければならない時期だということです。このような時期に米軍の訓練が尖閣周辺で行われましたよというのは、まさにこうした情報公開することによって少しでも中国に対する圧力を加えている動きなわけで、この動きそれ自体は歓迎すべきです。しかし動画の最初でも述べたように、この尖閣周辺に施設と人を配置しない限りは中国軍による無血上陸というものが可能な状態であることは明らかであり、彼らが先手を打てばそれによって後手に回った日本や米軍がじゃあ攻撃して奪還できるのかといえば、おそらく日本政府にそれだけの根性が据わった政治家がいるのかというところにはかなり心もとないものがあります。だからこそ私は先手を打って尖閣諸島周辺に施設と人を配置することが非常に重要だという話をしています。しかしそのような解決案を日本政府が取らないのであれば別のアイデアというものもあります。それは今回の訓練と絡めた話なのですが、この尖閣諸島周辺には米軍の管轄する射爆場というものが2つあります。それは尖閣諸島に所属する久場島と大正島という2つの島です。なんだ、米軍の射爆場があるんだったらそこでガンガン演習してもらえばいいじゃないかというふうに思われるでしょうが、私もまさにそう思うのですが、この久場島や大正島というものは米軍が訓練を行うために指定はされていますし、実際に以前は行われていたそうですが、現在ではそのような訓練というものに使用されていないというのです。一体いつから訓練を行っていないかといえば、1976年から以後においては射爆場というものを使用されることはなかったというのです。そしてこの射爆場を使わなくなった理由というのが、まさにアメリカはこの地域における米軍の演習というものを行えば中国を刺激してしまうかもしれないからやめておこうといういわゆる政治決断があったのではないかと言われているところです。ですが状況は変わりつつあります。かつてのアメリカにしてみれば中国との関係というものを重視して刺激しないようにしようかなんていう風な政治的な決断をしたかもしれませんが、今まさに求められているのはそうした中国を刺激するかしないかというものを気遣うのではなく、中国の権益拡大というものを阻止するのか、それとも彼らの拡大に待ったをかけずにそのまま見過ごしてしまうのかという決断です。今2つの島の名前を挙げましたが、そこは射爆場として設定されている以上はそこで訓練を行うためのまさに施設を建てるための工事などを行うということが一つ中国を牽制する動きに十分になりますし、また日本政府も今回の紹介した記事にもあるように日米共同訓練というものを想定しているのであれば、このような米軍の訓練というものをまさにこの久場島や大正島といった尖閣諸島で実際に行うということが私は重要だと思います。尖閣諸島の島々というのは決して大きな島ではありません。しかしその位置からいて、もしもこの尖閣諸島に軍事的な基地というものを構築してそこに中距離ミサイルなどを配置すれば、沖縄県における米軍基地というのはまさに完全な射程範囲内であり、そして発射してから着弾するまでの時間が非常に短いのですから迎撃が非常に困難です。またこの周辺の海に対する軍事力というものが高まれば、それこそこの周辺における空母や護衛艦の配置というものが不可能になることを考えれば、まさに尖閣諸島というのは小さな島ではありますが、その戦略上の重要性というものはだんだん高まっているというふうに考えた方が良いでしょう。中国側の主張としては尖閣諸島は中国領だという主張をずっと前からしているわけですから、彼らにしてみれば尖閣諸島に上陸することそれ自体は彼らの理屈に従えばその通り何も問題のない話になってしまいます。そういった意味では尖閣諸島を彼らが取りに来る、上陸するということを計画実行するというのがいつあってもおかしくないというのが私の考え方です。彼らの理屈というのはそれこそアメリカや日本側の理屈というものを全く無視して発言してくるのは別に他の問題でもそうですから、今回の問題についても全く同じでしょう。彼らは決して私たち日本人の気持ちなどや考え方などに配慮などはしないのです。そういった意味では日本の政治家というのは行動が遅すぎるわけですが、しかし間に合ううちに何とかしてほしいというのが最低限すべき仕事だと思います。
特に現在はロシア軍の動きによって世界の目がウクライナへと向かっている以上、まさに日本の政治家はだからこそ今が一番危険だというふうなことを考えてほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。